マルタ共和国は地中海に囲まれたとても小さな島国で、ヨーロッパで人気のリゾート地です。マルタはマルタ島、ゴゾ島、コミノ島の3つの島で構成されていて、今飛行機の窓から見えているのは左側がゴゾ島、右側がコミノ島です。ヨーロッパには珍しく公用語の一つは英語。治安も良く物価も安いため、一人旅、女子旅、ハネムーンなど様々な方に人気の国です。マルタ共和国のパスポートコントロールの先にはマルタ国立水族館による小さな水槽があります。いくつかの種類の魚が泳いでいる姿にとっても癒されました。空港の外に出る前にバスの回数券を購入しておきます。バスの乗車賃は1回あたり2ユーロですが、12回分の乗車券が15ユーロで買えますので、マルタ滞在中に8回以上バスに乗る方は空港でカードを買っておくのがお得です。カードの裏側には12回分の乗車券、もしくは6回分の深夜乗車券という説明がありますが、深夜料金は夜の11時以降にしか適用されませんので、12回分あると思っておけば基本的に大丈夫です。空港からマルタの首都バレッタに向かうバスに乗車したら30分ほどバスに揺られます。バレッタのバスターミナルが終点になりますので、バスを降りたら噴水に向かって歩いていきます。バレッタは1566年に聖ヨハネ騎士団の団長バレットによって創設された要塞都市で、町全体がオスマントルコの侵攻から守るために築かれた分厚い城壁に囲まれています。バレッタはその風情あふれる景観で1980年に町全体が世界文化遺産へ登録されました。マルタで産出する石灰石、通称マルタストーンで作られた建造物は蜂蜜色に輝き、張り出したバルコニーの家々や石造りの路地、教会など中世の面影を残すノスタルジックな街並みが魅力です。夕暮れ時の景色が特におすすめで、輝く夕日が蜂蜜色の街並みを照らし、時間を忘れてしまうほどの美しい光景を見ることができます。今回の旅で宿泊するホテルはドムス・ザ・ミッテーロで、バス停から徒歩3分と立地が抜群です。バレッタの街は長い道でも 2km しかなく、徒歩での散策が可能ですが、バスに乗ってマルタの各都市を観光するなら、バス停に近いホテルをおすすめします。ここは1805年から200年以上も営業しているホテルで、部屋の中にはダイヤル式の電話やアンティーク家具がありました。ゲストを迎える手書きのウェルカムレターもあり、ホスピタリティが素晴らしかったです。ホテルに荷物を置いたら夜ご飯を食べに行きます。マルタはイタリアに近くて海に囲まれているので、Google レビューで高評価のお店を選んで、魚介類やイタリア料理を注文すれば間違いなく美味しい料理を楽しめます。食事を終えたら夜のバレッタを散策してみます。バレッタの階段は段差がとても低くなっていますが、これは甲冑を着た十字軍の騎士が上り下りしやすいように配慮したからと言われています。マルタの家の玄関扉にはドアノックがついているのですが、このドアノックが特徴的で、魚の形をしたものが多いです。お土産屋さんではドアノックだけを買うことも可能なんですよ。それからマルタの家にはバルコニーがついていることが多く、ほとんどは木製の出窓で様々な色で塗装されていてカラフルなのが特徴です。
翌朝、観光に出かける前にホテルで朝食をとります。朝食はオーダー式のビュッフェで、食べたい料理を好きなだけ注文することが可能です。私はオムレツ、アボカドトースト、チーズ盛り合わせ、シリアルを食べました。どれもとっても美味しかったです。朝食を食べ終えてバス停にやってきました。マルタの総面積は東京23区の半分程度なので、バスを使って気軽にどこへでも行けます。まずは北に向かって1時間半ほどバスに揺られて小湊島に向かいます。小湊島の面積は 3.5 平方キロメートル、人口はたったの3人というマルタで一番小さい島です。マルタ島の北部にある町から小湊島へ向かうボートに乗り込みます。チケットは現地で購入できますが、オンラインで事前購入すると少しだけ安くなります。ボートに乗る時間は40分くらいで、波が高くなければボートはそんなに揺れません。中世の時代、クミンという植物が栽培されていたことから小湊島と名付けられたそうです。マルタ騎士団が狩猟と余暇を過ごす場所として使用したとも言われています。小湊島の見どころは何といってもブルーラグーンです。ブルーラグーンは世界トップレベルの透明度を誇る海で、条件によっては船が空中に浮いているように見える写真が撮れることで有名です。湖のように波が穏やかなので海水浴にも適しています。小湊島には売店、キオスクもあり、美しい海を眺めながら食事をとることもできますよ。パラソルやデッキチェアも有料でレンタルが可能です。シュノーケリングやダイビングスポットとしても人気があり、夏は大勢の観光客が集まりますので、比較的空いている午前中のうちに行くのがベストだと思います。小湊島の所要時間は2時間程度で十分でした。マルタ島に戻るフェリーは1時間に1本なので、何時のフェリーに乗るかは事前に決めておきましょう。小湊島で海を満喫した後は、バスでイムディーナという町に向かいます。バレッタが首都になる前に16世紀に首都だった町がイムディーナです。ローマ時代には蜂蜜を意味するメリタとして知られ、ローマ総督の宮殿があった場所です。その後、870年頃にアラブ人の支配が始まると、アラビア語で町や都市を意味するメディナから今日のイムディーナという名前が与えられました。中世の趣を色濃く残す古都イムディーナは静寂の町と呼ばれ、一歩路地に入るとひっそり静まり返り、まるで中世の街へタイムスリップしたかのようです。観光用に作られた街並みというわけではなくて、実際に街で暮らす人も多くいます。マルタ島を一望できるカフェ、ファンタネラ・ティーガーデンでランチにします。このカフェは40年以上も続く老舗カフェで、観光客に人気の場所です。マルタ島の景色を楽しみたい方は2階の席に、ゆっくりと食事を楽しみたい方は1階の席がおすすめです。人気メニューはサンドイッチなどの軽食と種類が豊富な自家製ケーキです。マルタにはゴゾグラス、バレッタグラスなどがありますが、
中でも随一の規模を誇るのがイムディーナガラスです。美しい色合いが特徴的で、すべて工房の職人によって手作りされるので、全く同じ製品が出来上がることはなく、世界に1点しかないあなただけのイムディーナガラスをここで購入できます。最後の観光地はブルーグロットです。ブルーグロットはマルタ島南部にある波と風の侵食によって自然に岩が削られてできたアーチが印象的な青の洞門として有名な観光スポットです。洞門の周辺はマルタの伝統漁船ルッツで遊覧することが可能で、海の波が安定する4月から10月のボート運航率が高くなっています。値段は8ユーロで20分ほどかけていくつかの洞門を見学します。洞門の中は光の差し込む具合によってエメラルドグリーンやターコイズブルーなど青の色が変化し、水面がキラキラと輝く景色を見ることができます。それでは神秘的な青の世界へのクルーズをお楽しみください。20分のクルーズを終えて元の場所に戻ってきました。ここはダイビングスポットになっているくらい海の透明度が抜群です。最後に私が GoPro で撮影した海の中の様子をご覧ください。